チェキラドムで14です。今回はクイーンウォーカーズカップ第2回のね、抽選会をやっていきたいと思います。トーナメント表作成ですね。というわけで、今回ちょっとね、16クランと前回よりも4クラン増えて、12クランから16クランと増えた関係上、シードのクランがないような状況になってるんですが、ちょっと運営の方でね、4クラン先に振り分けようかなと思っていて、1番、8番、9番、16番の4つカードのところにね、この4クランを振り分けていきたいと思います。そのためのまずルーレットをし、その後に12クランのルーレットをやっていきたいと思います。軽くね、抽選で当たったクランについてはその時軽く紹介していこうかなと思います。ここの4クランに関してはね、実際に成績を残した4クランというところを加味して、今回4クランが、直接準決勝かな、準決勝に行くところまで当たらないような形でやらせていただきます。シードではないんですけど、しっかりちょっと振り分けさせていただこうかなと思います。はい。というわけでね、流れでやっていけばね、どういう感じに進めていくか分かると思いますので、早速やっていきたいと思います。ルーレットスタート。まずは1番のところに入る4クランのうち、1クラン目を決めていきましょう。さあ、長い。これもしかして自分で押さないと止まんない？もう一回。さあ、いつ止まるんだい？長いな。だんだん、もうちょっと短く済んでもいいんだけど。さあ、1番の位置に入るのは、長いな。止まりかけてから長いな、これ。まだ行くか。なかなか止まんないんだけど、止まった。はぐれメタル。はぐれメタルですね。はぐれメタルが入りました。さあ、はぐれメタルを1番のところへ持っていきつつ、軽くはぐれの紹介をすると、ここはね、僕のチャンネルを見てる方は、あんまり説明ないかも、必要ないかもしれないんですけど、僕がもともとクランリーダーをやっていたクランで、現在はもう、僕がね、クイーンウォーカーズで新しくクランを立ち上げた関係上、はぐれの方は別クランとしてやってるんですけど、姉妹クランと、クイーンウォーカーズの姉妹クランですね。主な実績としては、12月、11月あたりですね、2021年度の、5カップ、連続でベスト4進出してたり、クラッシュマスターズカップというところもね、プレーオフまで進出していたりと、クイーンウォーカーズの次に、クラッシュマスターズと5カップに関しては成績を残していたクランですね。ダンスとかね、競合相手にパーフェクト勝ちとかで、ベスト4、海外の大会でそうやってベスト4とか、たくさん入ってたんでね、終盤かなりいい働きをしてたんじゃないかなと思います。というわけで、はぐれメタルでした。というわけで、4クランから3クランに引かれて、次8番ですね。8番のところを引いていきましょう。8番に入るのは、これ長いんだよな。止まりかけてるから、もう一回ボタンを押す必要がないんだな。止まりかけてから伸びがありますね、このルーレット。さあ、8番に入るのは、ちなみに1から8は初日で、9から16は2日目ですね、デイ1。2回に分けてやっていきますが、これはなかなか止まった。急に止まるな。というわけで、キングオブキングス。はい、というわけで、キングオブキングス。前回のクイーンウォーカーズカップ、第1回クイーンウォーカーズカップの王者ですね。決勝戦までね、なかなか劇的な展開で勝ち進んできてたりとか、接戦が多かった印象でしたね、前回は。もともと前評判も高かったんですけど、最終的に結構強豪揃いのね、ベスト4決勝戦っていうところだったんですが、しっかり勝ってきての優勝と。また JWC とかもね、進撃の初心者として、今回進撃から2クラン出てるわけなんですけど、キングオブキングスのメンバーも優勝していたということで、非常に今乗ってるクランの一つじゃないかなと思います。というわけで、出た方が9番、出なかった方が16番というルーレットになっていきます。さあどうでしょうね。残った2つも競合というところで、右側なので同グループが確定するようなルーレットなんですけど、アブソリュートゼロとアフェリオン e スポーツと両方強いですね。ちょっとアブソリュートゼロに関してはね、知らない人も多いと思うんで、出た際はしっかり説明していこうかなと思うんですが、これはアフェリオンに止まらない。伸びましたね。アブソリュートゼロです。さあ、アブソリュートゼロなんですけど、ちょっと白いので少し見づらいかもしれないんですけど、こちら UOL ですね。UOL が一回、ちょっと解散をされまして、クラクラチャンネルゼクス。日本から前回のね、シード4クランだったんですけど、ユニコーンズ・オブ・ラブとクラクラチャンネルゼクスのメンバーが合体というか、メンバーもね、9人10人付近まで行ってね、その時に出てたメンバーがたくさんこちらに集まっててかなり強いです。大会とかもね、2クラン出してたりとかもするんでね、選手層も厚かったり、主な感じで言うと、UOL のね、コマくんとか、前回はちょっと YouTuber 連合で出てた綾瀬さんなんですけど、綾瀬さんもアブソリュートゼロで出場になりますね。めちゃめちゃ強いです。というわけで、出なかったので、アフェリオン e スポーツが16番の位置ですね。
アフィリオン e スポーツに関してはね、もう世界大会ギリギリでシルバーチケットのところから勝ち抜いて最終的には世界5位のところまでね、勝ち上がってったわけでね、アフィリオン e スポーツも去年かなり大躍進と言っていいんじゃないでしょうか。なんだろう、特に勝負強かったですね。終盤戦本当に。取らなきゃいけないようなところでしっかりきっちり勝ってたイメージがあります。まあ、技術力の高さっていうのは日本でも、またね、世界的にもちょっと名前が売れてきたような印象を受けますね。特にカズマさんとかね、非常に名前が売れてきてる感じがします。残ったね、12クランを一気にトーナメント表を作っていきたいと思います。じゃあ順番通りにね、2番から順に埋めていこうかなと思います。というわけで2番の位置に入るクランを決めていきましょう。今回ね、初登場のクランもいくつかありつつ、前回同様 YouTuber 連合も入っているというところでね、少しね、YouTuber 連合はさっきも触れましたが、綾瀬さんが別のクランで出たりとか、数名ちょっとメンバー調整入っておりますので、そこもお楽しみにというところなんですが、そろそろ止まりそう。ちょっと見てる方からすると見づらいかもしれないんですけど、名前全部そのまま入れちゃってるんでね。さあ、当たるクランはどこだ？はぐれメタルと初戦戦うのは、これね、止まりかけてからが長いですからね。おお、決まった。クレイジーギア。はい、というわけで2番は初戦ですね。開幕戦がはぐれメタル VS クレイジーギアという形になりました。最近そうですね、割と最近って言っちゃ最近かな、活動が入ってきたのはタウンホール8で結構中心にやられてた方のがタウンホール14でもなんか 5v5 を作って、活躍されてますね。結構大会の成績も最近はすごくいいみたいで、上位に戦ってまたなんか日本戦とか結構後々出てくると思うんですが、R/R というね、クランとね、何回も対戦をしてるのを Twitter とかで見ますね。配置を作ったりするのも得意な選手が何名か入ってるようです。はい。というわけで、はぐれメタル VS クレイジーギアの開幕戦になっていきました。それでは3番の位置ですね。これ7番いこうかな。7、10、15っていきましょうか。そしたら、一つずつ飛び飛びでやっていきましょう。7番のところからやっていきましょう。じゃあ7番でいきます。さあ、クレイジーギアを外したので11クランになりました。残り。さあ、7番の1位、初戦キングオブキングスと当たるクランはどこになるでしょうか。このルーレットがね、地味に長いということなんですけど。そうだな、まだ出てないところ強い。日本クランほんとレベル高いわ。他の国のなんかそういうの見てても思った。日本クランやっぱレベル高いっすわ。さあ、止まるのは、止まりかけてるんですけど伸びますね。さあ、初戦キングオブキングス。前回覇者と当たるのはゼロファミリーですね。ゼロファミリー。はい、というわけで、こちらゼロファミリーになりました。JWC とかでも活躍されてる、ここ JWC 対決やん。結構ね、JWC とか出てる方なら当然知ってる人が多いんじゃないでしょうか。そんなに多くはないんですけど、海外の大会もね、5v5 で出場されてたり、大人数の対戦っていうのが割と、ファミリーって名前もついてるところから多いんじゃないかな。ワールドゼロとして 5v5 は出てた時がありましたね。トップオブジャパンとしてね、2年前かな、世界選手権出てたメンバー、太鼓姫さんとか、ちょっと出るかわかんないんですけど、リュウさんとかもね、所属してるクランのはずですので、その辺も注目していきたいですね。さあ、残り10クランになってきました。今回は10番ですね。アブソリュートゼロと初戦当たるクランをルーレットで回していきます。さあ、どこになるでしょうか。残りも、まだでも言うても10個あるからね。さあ、当たるのは、2日目の初戦ですね。2日目の初戦。一発目を戦うのは、どこだ？アナザー GB2、ガイハジボンバー2、アナザーガイハジボンバー2というわけで、はい、というわけで、アブソリュートゼロ対アナザー GB2 というマッチングになりました。なんか、ロゴちょっと似てない右抜いてる獅子みたいな、獅子と狼かなの対決になりましたね。こちらも前回結構活躍されてベスト8だったかなまで勝ち上がってたような気がしますね。ガイハジボンバー2のね、方々がやられてるクランになりますね。日本一決定戦も出場してたアルルさんとかチャハオさんとかがいるクランになりますね。こちらもかなり強いマッチングになりました。では15番のマッチングやっていきたいと思います。さあ、アペリオン e スポーツと、最終戦ですね。1回戦最後の試合になりますね。2日目の一番最後の試合。どこになるでしょうか。はい。天狗さんですね。天狗。というわけでね、2日目最終戦はアフィリオン e スポーツ VS 天狗になりました。有名な方だと周吉さんとかがね、YouTube やられてたり、ギガフで有名で、結構 Twitter やられてる方ならわかるんじゃないかなというところなんで、グローバルランキングとかのね、レジェンドリーが入ってきたりとか、そうだな、
まあ比較的得意戦術が明確になってる選手も多かったりはするのでね、まあその辺はお互い、まあでもアフィリエイトスポーツもね、たくさん配信とかされてますので、まあお互い日本では有名なクラン同士の対決になるんじゃないでしょうか。はい。というわけで出揃いましたね。さあ次は3番、5番、11番、13番とやっていきましょう。さあ残ったクランも8クランになってきました。3番の位置に入るクランをルーレットで決めていきましょう。いや楽しみですね。ちなみにちょっとまだ言えてなかったかもしれないんですけど、これ21日の21時からですね、左側12のクレイジーギア vs はぐれメタルが21日の21時からその後4試合ぶっ続けですね。続けて右側9から16番が22日の21時からアブソリュート0対 GB2 からアナザー GB2 から21時から始まって4試合ぶっ続けという流れになってます。さあ決まってったブレイズ JP。 はい、というわけでまあ説明する必要ないぐらい有名ですね。ブレイズ JP もまあ昔からすごい有名ですね。まあリーダーはねステルダムがやってるということで、まあさっきもねゼロファミリーの時も少し触れましたが、2年前の世界選手権、もう3年前になっちゃうのか、3年前の世界選手権の時にねポーランドで活躍してたトップオブジャパンのメンバーがいたり、まあちょっと最近忙しそうなんだけどね、僕と仲のいいデンちゃんとか快適な空の旅のデンちゃんとかがね所属してるクランになります。まあこちらも何度か僕の配信の方でね、まあブレイズ JP の大会をね配信したこともあったりするので、まあすごく有名なクランですね。世界的にもかなり有名なクランが入りました。さあでは5番ですね。5番の位置ルーレットで決めていきましょう。さあどこになるでしょうか。残ったクランは残り7かな。7クランというところで、なかなかまだ出てないクランも多いんですが、折り返し地点を越えてきたところですね。さあこれはどこに止まるか。ギリギリこれは高一 e スポーツですね。はい、というわけで高一 e スポーツ、前回はねはぐれメタルを倒して2回戦勝ち進んだ高一 e スポーツで、ちょっと応援団の方をねガイハジボンバー2のね選手が多いので、すごく高一選手への応援も大量に駆けつけましたが、なかなか面白かったですね前回は。まあ、ちょっとねはぐれとゆかりのある赤綿くんとかスミスとかがねその時は出てたので、まあすごく楽しく見れましたし、まあガチャピンとか技術力の高い、あんまりなんだろう普段 5V5 でやってないけどすごく上手な方々がね出てるイメージですね。今回はどういうチーム構成で来るのかも注目のところですね。さあというわけで11番のクランですね。11番のところに入ってくるクランはというところですね。2日目2試合目ですね。ちなみに上が先行とかではなく、その度抽選で先行高校はまた決めます。前回のクイーンオカズカップも実は先行高校は毎回抽選で行っておりました。まあ表にする必要はないからね、裏で連絡をしていましたが、さあどこに止まるんだい。伸びますね。さあここで出てきました SG トリステラで読み方合ってるかな。はい、というわけで SG トリステラというクランになりました。これちょっとね知らない方も多いと思いますが、超新生クランですね。出来たてほやほやです。ロゴもね出来たてほやほやらしいんですけど、こちらね先ほどアブソリュートゼロの時にも少し話したんですけど、ユニコーンズ・オブ・ラブがね解散した関係上で、ちょっとメンバーがチリチリになっていると、リーダーがね UOL に所属していましたサハラさんが務めるクランになっております。そこにラストピットというね日本の前回もクイーンオカズカップ出てたクランがあるんですけど、そちらの方も解散していて、そこの日本の方がね2人、ヒロヤさんとグリフォンさんとサハラさんで合流したんですけど、なんとねここね今大会ね2クランあるんですけど、海外のね選手が入ってるクランになります。はい、海外にもね UOL って実はユニコーンズラブってね日本だけじゃなくて海外にもあったんですけど、そこの選手が数人入って、日本と外国の混合チームになっております。すごい楽しみですね。日本人がね海外の人と一緒に組むっていうのは今までなかなかなかったのでね、今後もっと増えてくるかもしれないですね。ちょっと注目のクランでございます。さあ続けて13番ですね。13番見ていきましょう。13番のところに入るクランは2日目の3戦目になりますね。新登場というか新しく入ったクランがなかなか出てない傾向にありましたが、ここでようやく SG トリステラが入りつつ、どこに止まるでしょうか。さあいよいよ終盤戦ですが、これは止まらないすり抜けていって、ここは青チーム進撃と
はい、というわけで13番チーム進撃が入りました。こちらもねちょっと進撃という名前からすごく分かりやすいかもしれないんですが、8番についているキングオブスキングスと同じく進撃の初心者というねクランが母体になってるクランなんですけど、前回 YouTuber 連合で出場されてたシアター代表さんがねこちらで出場なさるというところで、なんとねさっきちょっと SG トリステラの時にも少し話したんですけど、ここにも外国の選手が入っているというところでね、11番と13番のところには海外の選手も入っているというところでね、ここはすごく楽しみですね。JWC とかも取ってねすごくノリに乗っているクランじゃないかなと思います。さあ残りいよいよ4クランまで残っていきました。4番6番12番14番とやっていきましょう。4番ですね、ブレイズ JP と当たる初日ブレイズ JP と当たるクランはどこになるんでしょうか。いやーどこ見てもやっぱ楽しみなマッチングが多いですね。すげえ楽しみだなこれ。さあブレイズと当たるクランをルーレット回しております。さあはぐれメタルクレイジーギアブレイズ JP と同じグループに入るのはなかなか止まらなくて急に止まる GS ですね。これは GS ですね。いやなかなかこれもビッグマッチですね。昔から知ってる方は GSVS ブレイズ JP ってかなりなビッグマッチなことがわかるんじゃないでしょうか。もともともう古豪って呼ばれるぐらいになってしまいましたね。 GS も昔超人数多くて、5v5 ではなくてね大人数制が主流だった頃の超日本で一番でっかいんじゃねえかぐらいのね超ビッグクランだったんですけど、最近は 5v5 にシフトしていまして、有名な選手ですね、ジュンクさんが入ってたり、あとは BS ビルダーとしてね日本一の BS ビルダーと呼び声も高いトキさんがねこちら入っておりますので、ちょっと選手としての出場するかどうかはまだわからないんですけども、最近世界大会だったり、いろんな大会でね GS も出場しているのですごく楽しみですね。ブレイズ VSGS というマッチングになります。さあ残りもいよいよ3クランになってきました。6番ですね、高一 e スポーツと初戦を当たるところですね。どこに入っても嫌だよね。高一 e スポーツと当たりゼロファミリーキングオブキングスと同じグループに入るクランを回しております。なかなか出ない、止まらないぞ。さあ YouTuber 連合粘りますね。粘ってって、これはまだ出ない。さあここは新クランが残って YouTuber 連合と、さあ猫フンザワールドというわけで、さあ6番猫フンザワールドというわけで、名前でわかると思いますが、猫踏んじゃったというクランですね。からの 5v5 チームというわけで、ブロガーのねロマネスクさんという方がもともとやられていたというかやってるクランなんですけど、リーダーまた別の方がいたりしたんですけど、こちらも JWC とか出場しつつ、割とそうだな外端が母体とするね高一 e スポーツとの対戦すごく楽しみですね。技術力の高い選手がね、クイヒーラバルとかを好きでやってる選手がいたり、何度か僕のチャンネルだったり、5v5 のねメンバー募集した時に来てくれたりしてるフラットさんとかがいたりするんですけど、グローバル、レジェンドとかもねトロフィーの高い小川内さんとか、クイヒー系の方が何人か入ってたり、スマッシュ系のだったりサービス終了がねできる人が何人かいるようなそんなクランですね。というわけでもう残ったクランが YouTuber 連合と R/R というわけで12番に入るクランを回していきましょう。残ったクランが14番ですね。さあ SG トリステラというわけなので、もしこれで R/R が12番に入った場合はでもどっちにしろか、もうどっちにしろ新クランというか新しくクイーンウォーカーズカップに出てくれたクラン同士の対決は決まってますね。さあどちらになるんでしょうか。長いな2人だと幅が長いんでね。さあ止まるかどうかというところなんですが、これはさすがに止まらない。長いですね。止まってって YouTuber 連合。はい、というわけで12番14番を埋めていきました。これで全てのトーナメント表が出揃いました。12番ちょっとレジェンド・オブ・ジャパンって書いてあるんですけどね、ジョーカーさんのクランを借りる関係上 YouTuber 連合はレジェンド・オブ・ジャパンのロゴを使わせていただいております。今回ね、さっきもちょっと途中で話したんですけど、綾瀬さんとシアター代表さんが前回のメンバーから変わっておりまして、今回のメンバーはジョーカーさん、ケイスケさん、コミーさんは継続3人なんですけど、そこに対してあやパパさんとなんとね今回ちょっと YouTuber ではないんですけど、個人的にね面白いかなと思いましてニュープレイヤー賞に輝きましたヨーパニさんをね今回新登場させていただきます。はい、12番レジェンド・オブ・ジャパンにヨーパニさんが加わった形で SG トリステラというわけで、ここもすごく楽しみな対戦ですね。というわけで残った R/R は進撃の初心者チーム進撃ですね。13、14というわけで、もともと R&R というクランのところから 5v5 のためにね R/R と RXR って読むんですけど R/R と読むらしいです。
ちょっと RNR の方はね、先日ちょっと解散されたみたいなんですけど、5V5 の方は継続でやっていくというところで、なかなかちょっとね、ご時世的にも 5V5 の方にシフトしつつあるので、人数の多いクランだったりね、海外で CWL みたいなね、ミックスリーグ出るようなクランはかなり減ってきてしまいましたが、その辺の経験って逆に言うとね、他のクランには持ってないところなんでね、他のタウンホール隊の考え方で、タウンホール14やると結構ね、そのクランに対して持ってない視点で攻めることができるから刺さりやすかったりするんですよね。そういう意味ではね、クレイジーギアだったり R/R はそういうところで少しアドバンテージじゃないですけど、ちょっと違う視点を持ったね、攻め方とかもあるかもしれないですね。他のタウンホール隊ありきの他のタウンホール隊で積んだ経験とかをね、活かせるようなアタックもあるかもしれないですね。はい、というわけで、思った以上に時間がかかってしまったんですが、これで全てのクランが出揃いました。どうでしょう皆さん、注目のマッチングだったりありましたか？ちょっと噛んじゃった。なんかその辺ね、ちょっとこことここの組み合わせ面白そうとか、優勝この辺になりそうみたいなね、コメントいただければ嬉しいです。途中で少し話したんですけど、これは21日ですね。左側21日の21時9時ですね。夜9時から1回戦目、はぐれメタル VS クレイジーギア。22時からブレイズ JPVS、GS、23時から高一 e スポーツ VS ネコフンザワールド。で、0時からゼロファミリー対キングオブキングスというわけで、続けて22日の21時から、アブソリュート 0VS アナザー GB2。続けて22時から SG トリステラ VS レジェンドオブジャパン。これ間違えた。これ YouTuber 連合ですね。続けて23時から進撃の、間違えた。これも間違えた。チーム進撃 VS R/R。そして0時からデング VS アペリオン e スポーツというわけで。いやー、すごくいいマッチング多いな。なんだろうな。日本戦なだけで全試合面白いよな。普通に。全試合見たくないですか普通に。全試合配信するんで。普通に当たり前のこと言ってたよな。前回よりもね、少しクランも増えたので、総当たりになりつつ、試合数も少し増えるんですけど、総当たりっていうか、シードクランがなくなった関係上、ちょっと試合数が増えてね、逆に言うと、僕らみたいなね、視聴者目線からすると試合数が増えるのですごい楽しみですね。今回ちょっと4クランね、新しく追加させていただいたわけなんですけど、割と新しく作られたクランとかもあったりで、新クランがもともとあるクランにどうやって立ち向かっていくのか、どこまで戦えるのかみたいなところはね、少し楽しみに見たいなと思っております。はい。そうだね、新しくなって、今回初めて参加していただけるクランが2番のクレイジーギア、6番のネコフンザワールド、7番ゼロファミリー、9番アブソリュートゼロは新体制になっての登場で、11番SG トリステラ、13番チーム進撃、14番 R/R というわけで、結構多いですね。というわけで、21日の21時からをやりますので、僕のチャンネルの方で全試合配信いたしますので、ぜひクイーンウォーカーズカップ楽しみにしていただけたらなと思います。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。